半世紀以上前に書かれたクッキングノートからかき揚げを紹介しましたが、今回はいつも我が家で作るタイプのかき揚げ。高級な食材を使わず簡単にできる庶民のかき揚げです。はい、それでは今日は我が家のかき揚げを作っていきたいと思います。大根の皮を剥きます。大根おろしはたくさんあればあるほどいいでしょう。たっぷり 700g おろしました。じゃあ食材の皮を剥いて玉ねぎ切ります。人参、さつまいも、これも紫芋でしたね。各具材を細長く切ることで互いに絡み合ってまとまり、衣が緩くても、つまり小麦粉の割合が少なくてもバラバラにならずに揚げることができるのですね。調理層、これに慣れていたものですから、クッキングノートの具材をサイコロ状に切るかき揚げレシピは戸惑って最初失敗してしまいました。こんなに小麦粉たくさん入れるはずがないと勝手に思って、いつものようなゆるゆる衣で揚げようとしてバラバラに。それを理解することで2度目の挑戦は戸惑わずにまとまって揚げることができたというわけです。で、最後にごぼうですね。大体でいいですかはささがきにします。今回は入れませんでしたが、豆を入れても良いですし、お好みの入手しやすい材料でかき揚げを作ってください。衣を作っていきます。卵を3個割り入れます。さっと卵を溶きほぐして、小麦粉入れます。薄力粉で強力粉半々の量で。普通は天ぷらの衣味付けしないんですけど、我が家の天ぷらは美味しく味をつけときます。塩、砂糖、そして混ぜながらお水入れていきます。もう少し緩く。もう少し。それぐらいかな。はい、約小麦粉の 1.5 倍の水ですね。じゃあこの中に全部の具材を入れていきます。ソーセージ、ごぼう、そして玉ねぎ、人参、さつまいも、入りきらないかな。ちょっと器を変えましょうか。入りきらないのでボウルを変えます。これをよく混ぜて、
はい、全部の具材がバランスよく混ざったところで揚げていきます。フライパンも古い油使います。我が家のかき揚げはもう本当に庶民的で、古い油で黒く揚げても構いません。少し新しいのも足します。火をつけます。はい、温度上がってきました。揚げていきます。はい、揚げていきます。よく油を切って、果たして再生油は何回まで使えるのでしょうか。酸化さえしていなければ 3,4 回目くらいまでは使えます。日本の高級料亭などでは天ぷらには必ず新しい油を使います。そしてそれを一つランクが下のお店やお惣菜屋さんに回したりします。さらにそれを激安店などが引き取って再度使ったりもすると聞きました。同じ揚げ物でも値段が違うのはそういう理由もあるのですね。家庭では揚げ物をするとき、なるべく下に溜まったカスを網で取り除き、使用後冷まして容器に保存するときには上のきれいな部分だけを残して、下に溜まった黒い油は捨てるようにしましょう。野菜を揚げれば復活するという言い伝えもありますが、科学的には証明されていません。炭化した匂いや180度になって煙が出るようであればもう限界。天ぷらだと油はそんなに傷まないのですが、唐揚げなどは傷みやすいです。健康のためにはなるべく新しい油を使ってください。はい、火を止めます。はい、こんなにたくさんできました。画面いっぱい収まりきらない。はい、これも前に作ったかき揚げと同じくかき揚げ丼にします。かき揚げをのせて、大根おろしをのせます。そして天つゆをかけます。はい、我が家のかき揚げ丼の完成です。かき揚げはとても便利なおかず。いろんな使い方ができます。はい、お蕎麦を茹でました。かき揚げ。天つゆをかけます。ネギをのせて、お好みで唐辛子をかけてください。かき揚げ丼やかき揚げそば以外にも一品料理としてリッチな気分を味わうのも良いでしょう。またはカジュアルなハンバーガーの代わりにもなります。来月公開予定のライスバーガーでもこのかき揚げを使いますが、その動画には入っていない NG シーンもどうぞ。エビのかき揚げ挟みます。ちょっと大きな、もう少し薄いの使おう。はい、照り焼き、違う、かき揚げバーガー一つ完成ですね。海苔なんかを乗っけても美味しいですね。ゆっと最後
おにぎりっぽく。それでは古今東西のさまざまなレシピを紹介する昭和レシピチャンネル。チャンネル登録と評価、コメントよろしくお願いいたします。Nos vemos! チャウチャウ。またお会いいたしましょう。